三浦璃来・木原龍一組。今、引退が決まったからこそ、改めて見えてくることがあります。ミスチル、桜井和寿も気になった、りくりゅうの好感度。りくりゅうは、なぜ、ここまで愛されるのか。第1部では、博報堂調査から見えた、りくりゅう人気の現在地を。第2部では、オリンピックを境に、その人気がどう跳ねたのかを。そして第3部では、大谷翔平選手とは少し違う、りくりゅう人気の広がり方を見てきました。そして、今回の完結編では、なぜ、りくりゅうは、ここまで愛されたのか。なぜ、演技を見た人が、ただすごかったで終わらず、また見たい、応援したいと感じてきたのか。現役としての時間に、一区切りがついた今だからこそ、その理由を、もう一度丁寧に見ておきたいと思います。その入り口になるのが、ミスター・チルドレン、桜井和寿さんの、あの言葉です。では、お好きなお飲み物でも片手に、ゆったりご覧ください。第1章、桜井和寿が口にした、確信の一言。このテーマを考える上で、まず欠かせないのが、ミスター・チルドレン、桜井和寿さんの発言です。桜井さんは、テレビ番組で、林修さんから、今回のオリンピックはご覧になりました?と聞かれた流れの中で、りくりゅうについて、こう語りました。りくりゅうペアとか、すごいなと。あの好感度の高さって、何が元なんだろう。この言葉、すごく本質的ですよね。ただ、すごいと称賛しているだけではありません。桜井さんは、単に金メダルを取ったペアとして見ているのではなく、なぜ、あそこまで自然に人を引きつけるのかという、人気の中身そのものに、興味を示しているんです。さらに、この発言を聞いた林さんも、桜井さんの口から、りくりゅうペアって言葉が出てくるとは、という驚きを見せていました。つまり、りくりゅうは、フィギュアファンの間だけで語られる存在ではなく、日本を代表するアーティストや幅広い視聴者に届く場所でも自然に名前が出てくる存在だったわけです。そしてその上で好感度の高さって何が元なんだろうとまで言わせる。これは結果を出したアスリートというだけでなく人の心を研究したくなる存在になっているということでもあります。第2章、二人で一人に見える圧倒的な一体感。では、その理由の一つは何なのか。まず一つ目は、やはり演技の一体感です。オリンピック後、ヒロミさんはりくりゅうの演技について、二人でやっているんだけど、一人のようにも見える、と表現しました。さらに、高橋成美さんも、その魅力を一心同体と語っています。この表現は、競技をよく知る人ほど、重みがわかる言葉だと思います。ペアは、ただ技を成功させればいいわけではありません。タイミング、呼吸、視線、重心、信頼、その全部があって、初めて見ている側に美しいと伝わります。りくりゅうは、その完成度が極めて高い。だから、競技に詳しくない人でも、なんだかすごいで終わらず、この二人、特別だと感覚でわかるんですね。そして、引退が決まった今、この一体感は改めて貴重なものに見えてきます。ただ強いペアだった、ではなく、二人でしか作れない空気があった。それが、演技を超えて人の記憶に残っているのかもしれません。第3章、世界トップの実力に海外も驚いた。そして、その一体感は、国内だけで評価されているものではありません。海外の記者や、元メダリストからも、りくりゅうの演技は、高く評価されてきました。例えば、ミラノオリンピックの公式練習を見た、米国のフィギュア記者、ジャッキー・ウォンさんは、りくりゅうの演技について、今まで見た中で、最もクリーンだったと絶賛し、さらに、僕の顎は、床まで落っこちたよと、それほど衝撃を受けたことを表現していました。しかも、
その言葉に反応したのが、ソチ、そして北京オリンピックでもメダルを獲得し、現在は陸流の指導陣にも入っているメーガン・デュハメルさんです。デュハメルさんは、その出来に驚くどころか、ホームでは、至って普通のことよ、と返していました。つまり、外から見れば驚異的な完成度でも、チームの内側から見れば、それは特別な奇跡ではなく、日頃から積み上げてきた実力の延長線上にあるものだった、ということなんですね。さらに、団体戦のフリーでは、アメリカのスポーツ専門メディア、ジアスレティックの記者、ブリット・ジロリが、まだ衝撃を受けていると反応し、スケート専門メディアでも、今のペア界で彼女たちのような存在は他にいない、とまで評されていました。つまり、競技を見慣れた海外の目から見ても、完成度が高い、驚きがある。しかも、それが、オリンピックという最高峰の舞台で出た。ここが、大事です。陸流の人気は、雰囲気だけで広がったものではありません。その土台には、世界トップクラスの実力が、きちんとある。だからこそ、演技を見た人の感動が、強い支持につながっていったんですね。つまり、好感度の高さは実力の裏打ちがあってこそ成立していたとも言えそうです。第4章。好感度の正体は一つではない。ここまで見てくると、陸流人気の正体は一つの言葉では言い表せないことがわかります。まず、二人で一人に見える一体感がある。しかも、その一体感は世界トップクラスの実力に裏打ちされている。だから、競技をよく知る人が見ても、競技に詳しくない人が見ても、どこか引きつけられてしまう。そして、その上で、どこか自然で押し付けがましさのない空気感がある。だからすごいで終わらず、好きになる、見守りたくなる、応援したくなるへ、つながっていく。その全部が重なって、陸流の好感度の高さは生まれているんだと思います。そして、ここで改めて思うのが、桜井和寿さんの、あの一言です。あの好感度の高さって、何が元なんだろう。その答えは、きっと、一つではありません。演技と、人柄、実力と、空気感。その両方が、高いレベルで重なった時に生まれる、とても特別な支持。それが、陸流人気の正体なのかもしれません。そして、引退が決まった今だからこそ、その支持が単なる現役時代の熱狂ではなかったことも見えてきます。演技が終わっても、記憶に残る。競技を離れても、応援したくなる。そこまで含めて、陸流は、特別なペアだったのでしょう。第1部では、調査で見えた現在地を、第2部では、オリンピックを境にした人気の跳ね方を、第3部では、大谷翔平選手とは少し違う人気の広がり方を、そして第4部では、その先にある好感度の正体を見てきました。最後に残る印象は、やはり同じです。陸流は、ただの金メダリストではありませんでした。結果と人柄の両方で多くの人の心を掴んだ国民的なペアでした。現役としての時間には一区切りがつきました。ですが、二人が残した演技、空気感、そして支持の大きさは、これからも簡単には色褪せないはずです。リンクの上ではなくても、これから先、二人がどんな形で日本のペア競技や、その未来に関わっていくのか。やはり、陸流からは、まだまだ、目が離せません。いいねと、チャンネル登録をいただけると、次回の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。また、メンバーシップでは、一般公開前の先行視聴や、月1のラッキーカラー占いなどの特典もご用意しています。よかったら、陸流とともに、このチャンネルも応援いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。三浦